Hello and welcome to Max Pain Monday, where their pain is our pleasure. はい、今回のストリームのプレイヤーの紹介です。席1番はスティーブ。チームリキッドっていう e スポーツの会社の CEO です。席2番はアダム。シカゴの人でお酒飲むのが大好きな人です。席3番はまだ来てないので飛ばして席4番。4番の人は DQ。彼はテキサスの人で2週間に1回ぐらいロサンゼルスに来てこのストリームをプレイしてます。席5番は刺身。知ってると思うけど私です。Twitter と Instagram のフォローしてください。ID は刺身ポーカーです。席6番はマイク。Twitter は12万人フォロワーがいて WSOP のブレスレットは4つ持ってて WSOP メインイベントはファイナルテーブル2回。もう超レジェンドです。ポーカーしてる人でこの人のことを知らない人いないんじゃないんですかね。席7番いないんで席8番行きます。彼は DGAF。このゲームのホストです。席9番はシアダ・ボッ。中国人の女の子で彼氏は金曜日によくプレイするマースって人の彼女です。はい、スターティングスタックはマイクが1万ドル。私は一番小さい4000ドルからスタートします。はい、ここで席3番の人が遅れてきました。彼の名前はニック。ここのライブストリームのオーナーです。はい、最初のハンドはアンダーザガンがリンプ。プラス1のスティーブがレイズ130ドル。私はボタンでハンドを見るとエース3。エース3、13? お、レイズ130ドルちょうどいい感じ。ってことでコール。ブラインドの人もコールで5ウェイ。フロップはエースキング3、ハートが2つ。なんとフロップ2ペア。ここでアンダーザガンのスティーブが400ドルのベッド。私2ペアあるし、ヘッズアップでもないからレイズしようと思います。エース3やるから、13、1300ドルのレイズ。すると、ストラドルの DGAF は3000ドルのオールイン。オリジナルレイザーのスティーブはフォールド。私はもちろんコールなんですけども、スローロールするために、How much? とかいろいろ聞いてます。まあいいや、コールみたいな演技もしてコールをしました。Does DGF believe her or not? How high is your draw? You better. There could be She's needles. trying to keep it cool. Look at You might have her. an ace this hard. I have no ace. はい、ターンいきます。ターンは3のスペード。Oh, they both think they won. Oh, let's watch this. DGF 100% thinks he won. He's gonna try to slow roll her. You'll find out. Oh, this is the nuts. This is the nuts. I had that beat. I had that beat by double. They are both 1000% sure they won. はい、ターンはめちゃくちゃいいカードですね。私はフルハウスが完成しました。これでフラッシュの心配なし。スローロールタイム。It's racing. Oh my god. He knows it now from her You acting. win. Wow, he figured it out. She might win. She's drawing dead. Yeah, she's trying so hard. It's If cute. you have ace 3, I'll kill you. Can you count that one, please? Oh my god, she has ace 3. This sucks so bad. If she was to fucking turn over ace 3 right now, I will literally DQ, grab her cards and throw them in the muck. Throw them in the muck. Literally, Throw them in the muck. piss my pants. Throw them in the muck. If she Okay, turns she over wins. ace She has 3 ace 3, right now, I'm 100%. going to piss my pants. She doesn't have ace. 7. Throw them in the muck. She doesn't. Sashimi! Yes! Ever! God. We need to teach Sashimi about method acting. Amazing! You have to put yourself into the mindset. Okay. Wait. Does she have me covered? Act the way you would if you were losing. Bro, yeah, she just took it That's the so problem with her far acting. deep with no lube, you have no idea. I knew what she had. はい、こんな感じでベストスローロール。めっちゃ盛り上がりましたね、これ。相手が勝ってるって思ってる時にスローロールするのが最高のスポットですね、これ。はい、次のハンドは私はアンダーズガンでクイーン10のハート。140ドルにレイズ。ブランドンが420ドルに3ベッド。この人めちゃくちゃタイトなんですけども、私はブロードウェイのスーデッド、フォールドせずにコールしました。ストラドルの DQ もコールで3ウェイ。フロップはキング10、9、ダイヤモンドが2つ。私はボトムペアとガットショットのストレートドロー。DQ と私はチェック。
ブランドンもチェックでターン A、ターンはジャック。DQ チェック。私は$800のベッド。そこでブランドンは$2200にレイズ。DQ フォールド。私はストレート持ってるんですけども、エースクイーンがナッツストレートで、私のクイーン10はセカンドナッツです。でもボードを見ると、ダイヤモンドとかクラブとかフラッシュドローがいっぱいあるし、相手がセット持ってたらたまにレイズしてくるかなとも思ったんで、私はオールインしました。向こうがエースクイーン持ってたらドンマイやし、現状私が買ってるハンド、例えば相手がフラッシュドローとかセットとか、そういうのにコールしてもらって負けてもしゃあないので、私はもう突っ込むことにしました。相手スナップコール、まさかのエースクイーン？リバーは6のスペード。これでフラッシュの心配はないかな？私はクイーンのストレートを見せると、相手もクイーンズでストレート持ってました。チャップチャップ。はい、次はプラス1がレイズ$220。ハイジャックがコール。私はカットオフでキングジャックのオフスートコールしました。後ろの人何人かコールでセブンウェイ。フロップはジャック6-3レインボー。私はトップペアグッドキッカーかな。ここで DQ が$440のベッド。私は$1300にレイズをしました。するとビッグブラインドの DGAF はそれをコール。フラッシュドロー？DQ もコール、3ウェイ。ターンはキングのスペード。私はトップ2ペア持ってます。フロップのレイズに彼がコールしたってことは、2ペアとかエースジャックとか、まあセットとかもあるかなと思ったり。あと4-5のストレートドロー。ビッグブラインドハイジャックチェックで私の番。フロップの時点でフラッシュドローとか、そういうドローがないから、私のレイズにコールしたってことは、かなり強いハンドやと思うんですよね。だから本当は多分ここでチェックしないといけないはず。だけど私はオーバープレイしてしまいました。オーバープレイでオールイン。ポットが$5500に対してオールインは$7300。ポットの 1.5 倍ぐらい。スクリーンで彼のハンドを見るとセット持ってるのにめっちゃ悩んでスローロールしています彼は。演技した後に彼はコール。DQ はフォールド。コールされた時点でもう負けてるなって確信しました。I have a jack. King Jack is good. I have a jack とか言ってますね。もう嘘つくなよ。知ってるね、嘘っていうのは。リバーは10、何も変わらず。Yeah, Jack. Yes, sit good. 4-5. Yeah, your first turn Yeah, over. good. I'm not a Please. caller. I got a call. You win, you win. King Jack. No, he has set. 3 out. 3 No, fucking he has out. set. And wow, look at this. Sashimi gives it back to DJF. Look, he's trying to recover now. He's doing what G did him. You're doing a bad job. Okay. Give it a fucking Yeah. What a joke. He got played by Sashimi. こんな感じでスローロールされたけど、下手くそやな、スローロールの仕方。私の勝ちってことで。はい、次のハンドは何人かリンプがいて、ハイジャックのプレイヤーが$240にレイズ。カットオフのニックが3ベッド$640。彼はこのライブストリームのオーナーです。それでめちゃくちゃタイトで有名。やけどそんなの関係ない。私はスモールブラインドでクイーンジャックのダイヤモンド。4ベッド$2000。タイトなニックでもハイジャックがオープンしてニックがカットオフやったらいろんなハンドでレイズするかなと思ったんで私は4ベッドしました。他の人はフォールドでニックはオールインをしました。トータルは$6000。やっぱりタイトやったか。もう$2000入れてもうたし、フォールド、いや、フォールドするべきなんかなわかんない。でもギャンブルしようと思ってコールすることにしました。相手が何持ってるか知らんけど、クイーンジャックって引けばいいだけでしょ。オールインでフロップへ行きます。フロップはクイーン77。クイーンのペアヒットしたけど、相手がエーセスキングス持ってる可能性もあるから、油断は禁物。ターンはクイーン。この時点で今勝ってるかな多分。リバーはジャック。多分勝ちましたねこれ。ニックは今ダウンスイングでめちゃくちゃ負けてるので、スローロールしやんとこうと思って私は勝ってるハンドを見せました。相手はエースキングのスペードやったみたいですね。にしてもクイーンジャックってほんまにヒットしたし、ラッキー。はい、ティルとして頭に血が昇ってるニックをお楽しみください。はい、ズームで。はい、次はボムポットです。ボムポットとは各プレイヤーが一定の金額を出して2枚のカードが配られてそのままフロップへ行くことです。フリーフロップのレイズはできないです。ここのテーブルでは1人$100ずつ出してるのでポットは$800です。私はスモールブラインドで3-4のダイヤモンド。フロップは3-4クイーン。私はチェックしたらカットオフのアダムが$300のベッド。
私は$1,300にレイズ。すると、後ろの DGAF がそれをコール。これ同じような状況が私、キングジャック持ってる時にありましたね。他の人フォールドでヘッズアップ。ターンはキングのスペード。さっきのキングジャックのトップ2ペアのオーバープレイからちょっと学ぼうと思って私はチェックしました。すると相手もチェック。リバーは9のクラブ。ベットしてもコールしてもらえるところが少ないと思ったんで私はチェックしました。すると相手は$1,800のベット。コールするプランだったので私はコールしました。すると相手はエースクイーン。向こうは1ペアで私の2ペアの勝ち。You just got sashimi roll. You call me it's one pair? Do you understand? Like, Wrecked. this fucking girl owns the fucking flow rate. Like, 君、1ペアで私のレイズにフロップでコールしたのって煽りました。はい、次のハンドはボタンの DQ がレイズ$300。私はスモールブラインドでエース級のダイヤモンド。コールして、リンプしてた人もコールで4ウェイ。フロップはクイーン94、ダイヤモンドから1つ。私はチェックでリンプしてたプラス2のスティーブが$350のベット。ハンドを見ると、キング号のオフスート What are you doing? DQ 私はコールで3ウェイ。ターンは10のダイヤモンド。私はただのミドルペアからナッツフラッシュドローもつきました。私とスティーブはチェックで DQ はなんとチェック。はい、リバー行きます。リバーは2のハート。ダイヤモンド秘訣。私はペアを持っててターンでみんなチェックしてたのでショーダウンバリューがあると思ったのでブラフする必要ないのでチェックしました。後ろの2人もチェックでショーダウン。DQ はペアの10持ってたみたいで私の負け。次のハンドは私はアーリーポジションでエースクイーンのオフスート罠をかけようと思ってリンプインしました。すると左のプレイヤーマイクが$500のレイズ。そのレイズに2人がコール。これはナイススクイーズポットやと思うんでもともと罠かけようと思ってたしだから3ベット$3,000。するとマイクは$10,000のオールイン。いやー。他の人はフォールドで私の番へ。なんか今日の刺身ついてるし、もう一回ギャンブルしようと思ってコールしました。フロップは7、3キング、スペードが2つ。マイクは俺エースキング持ってるよって。なので私はランナーのスペードが必要です。ターンは2のスペード。はい、チャンスあり。エース落ちてもクイーン落ちても意味がないので、スペードお願いします。リバーはスペードじゃなかった。はい、2万ドルポット負けました。今日ラッキーな日やと思ったのにな。はい、次はアンダーザガンの DQ が$120にレイズ。私はプラス1で3ベット$500。本来アンダーザガンはすごく強いハンドなので、ジャック9で3ベットするのはおすすめしません。でもなぜ3ベットしたかってだってどんなハンドでもこの人レイズするもん。ほら見て、ジャック6よ、ジャック6。でも3ベットすることによって、こういう自分より弱いハンドにフォールドされて、もしフロップでジャックが落ちたら、バリューが取れなくなるので、ジャストコールでいいかもしれませんね。はい、フロップはキング9、3、レインボー。私はミドルペアなんですけども、様子見でチェック。相手もチェック。ターンは2。私チェックして相手もすぐにチェック。リバーは5。ここで相手からバリューを取ろうと思い、$300のベット。私の3ベットにコールしたってことは、ポケットペアとかエースなんじゃらとかのハンドが多いかなと思って、そういうのをめがけて小さくベットしました。すると相手はスナップコールで刺身の勝ち。はい、以上です。今日のストリームはこれで終わり。って見てください、これ。最大1万ドルまでしか買えないのに、DGAF は、これいくらある？今日の収支は、DGAF、もう6万ドル近く買ってる。すご。今日のストリームは彼の一人勝ちです。私も、他の子も、トントンぐらい、めっちゃ負けてる人もいます。今日もありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。